こんにちは。今回は、ダイソーさんのグラデーションウール 100% のこちらの糸を使って編んでみました。こちらが今回の作品になります。どういう色が出るのかなと思って編んでみたんですけど、この円の感じが綺麗に出てて面白く出来上がったと思いました。サイズはこの図回りが53センチですけど、レディースの M サイズ L サイズでもかぶれると思います。この深さも9センチ取ったので、前に編んだベレー帽よりもだいぶ丸い感じになっています。浅くかぶっても深くかぶってもどっちも対応できるベレー帽になっています。ここの幅はだいたい25から26センチになります。こちらの糸は、太い部分もあれば細い部分もあったりするので、目を揃えて編むように気をつけてください。細い部分ではちょっと目を引き出す感じで編んでください。色番は、G の8、G の8、スプリングビオラというふうに書いてあります。使用かぎ針は 4.0mm から 5.0mm になっています。今回は7号針の 4.0mm で編んでいきたいと思います。7号針を使用します。中から糸を出すんですけど、あまり強く引っ張ると切れてしまう可能性がありますので、優しくこちらの糸は出してあげてください。で、2巻きしたら指から糸を出して輪の中に針を入れて糸を引き出して締めます。そしたら立ち上がり鎖1目編んで細編みを8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7。はい、8目編んだら糸を絞ります。この時もそっと優しく引っ張ってください。ちょっとあまりよりがない糸なので気をつけて、最初はちょっと気をつけて、扱ってください。動いた方から糸を引っ張って絞ります。はい、そしたら、8目戻って1234567 8目、ここが最初の目ですのでここに糸を引き抜きます。これで1段ができました。2段目から中長編みで編んでいきます。立ち上がり鎖2目編んだら、この立ち上がりの目は今回は目数に入れません。で、針に糸をかけてここが最初の目ですので、ここから2目ずつ中長編みを編んでいきます。その時にこの最初の糸端も編みくるんでいくと始末しなくていいので簡単です。針に糸をかけて糸を引き出して、この3本かかってる目を引
き抜きます。これで中長が編めました。もう一回同じ目に針を入れて、この糸端を針の上に乗せて、で中長を編みます。はい、これで、1目の中に2回ずつ中長を編み入れてってください。これなんか玉になっちゃってる。すいません。もう一回同じ目に針を入れて、この糸端も乗せて、糸端は一周編みくるんでください。次の目に針を入れて中長、同じ目に針を入れて、この糸端を乗せて中長、はい、これで全部8目、2回ずつ中長を編み入れてってください。そうすると中長編みが16目編めます。この時ここが、細い部分が出てきましたが、ここもちょっとこう引っ張る感じにして、こちらの太かった毛糸の部分と同じような、目の高さで編んでください。はい、そしたら2段目16目編んできました。そしたらこの立ち上がり鎖2目のところでもいいですし、私はもう最初の目に糸を引き抜いちゃいます。段染めの糸なのであまり、立ち上がりの目とか増し目とかも気にならない編み地になると思うので、本当に簡単に規則的に増し目もしていきたいと思います。立ち上がり鎖2目編んだら、今度は1目おきに増し目していきます。最初の目は普通に中長を編んで、次の目は2目、中長を入れます。次の目は中長1目、次の目は中長を2目、1目おきに増し目を編んでいきます。そうすると、24目になります。こういう太い部分も出てきます。こういう時は目を揃えるようにちょっときつめに編んで、目を揃えてください。はい、3段目24目編んできたら、最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。必ず最後は段の最初の目に針を入れて糸を引き抜いてください。そしたら、次は2目おきに増し目します。中長編みを、2目普通に編んだら、3目目は増し目、同じ目に針を入れて増し目、これを繰り返します。2目普通に1目ずつ中長を編んだら、3目目は1目の中に2回中長を編みます。これを繰り返していくと、32目に
なります。1段ごと8目ずつ増し目していく形になります。はい、4段目32目編んできました。また最初の目に糸を引き抜きます。このように、今4段編んできたんですけど、4段目こっち段です。こっちが目数ですけど、4段目は2目編んだら増し目、2目編んで増し目という形で、編んでいきました。で5段目は、3目編んで4目目に増し目を繰り返していきます。6段目は1,2,3,4目編んで5目目に増し目を編んでいきます。でも、ちょっとこの中長の記号を数字で書いちゃってるんですけど、6段目は4目おきに増し目をしたんですけど、7段目は5目おきに増し目、5目中長を編んで6目目に増し目を繰り返していきます。8段目は6目編んで増し目、6目編んで7目目に増し目を繰り返し編んでいきます。このように、1目ずつ、中長編みを増やして、増し目をしていきます。そうすると、8目ずつ増し目をしていく形になります。このように12段まで、このように間隔を1目ずつ増やしながら増し目をしていきます。そうすると12段目が96目になります。13段目は増し目なく1目の中に1回ずつ中長編みを編んでいきます。またここで1回増し目を編みます。14段目立ち上がり鎖2目編んだら中長編みを11目普通に1目の中に1回ずつ編んでいって12目目に増し目をしていきます。11目中長編んで12目目に増し目、中長の1目の中に中長編みを2回編んでいきます。これを繰り返すと104目になります。これで、増し目はここで終わります。で15段目から20段目は増し目なくまた中長編みを104目編んでいってください。1段目から11段目ぐらいまでの編み方は以前ご紹介した簡単ベレー帽と同じ編み方で編んでますので、もし、もっとゆっくり説明を見たい方はそちらの動画を参考にしてください。ではここまで編み進めたいと思います。はい、このように20段まで編んできました。15段から20段まで104目、増減なく編んできました。そしたら21段目から減目に入ります。立ち上がり鎖2目編んで、中長編みを11目編んでいきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。そしたら、12目目13目目で
2目1度の中長編みの減目を編みます。針に糸をかけて糸を引き出して、また針に糸をかけて糸を引き出して、最後に1,2,3,4,5本を一気に引き抜きます。はい、これで中長編みの減目ができました。繰り返し編んでいきます。中長編みを11目編んで、12目めと13目めは、中長編み2目1度で減目になります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11こうかと。はい、11目編んだら針に糸をかけて糸を引き出して、もう一回針に糸をかけて隣の目に中長の未完成を編んで一度に引き抜きます。これで、2目減目になりました。で11目を機に、減目を編んで、全体でまた、8目減らします。8目ずつ、増えてきて、今度は8目ずつ減らす形になります。この21段目は11目を機に目を減らしていきます。はい、21段目最後に来ました。11目中長を普通に編んで、最後12、13目めで減目を編みます。はい、これで、この段は96目になりました。そしたら最初の、この段の最初の目に糸を引き抜いて21段目が終わりました。次、22段目は10目おきに減らし目を編んでいきます。立ち上がり鎖2目編んで、中長を普通の中長を10目編みます。1目の中に1回ずつ中長を編んでいきます。これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10編んだら11目めと12目めを編んで、最後に引き抜きます。これで1目減りました。また10目おきに減らしていきます。そうすると、また8目減って22段目は88目になると思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10目編んだら11目めと12目めを拾って一気に引き抜きます。これを繰り返し編んでいきます。はい、22段目の最後も、10目中長を編んで最後も減目で終わります。
針に糸をかけて糸を引き出して、で最後一気に引き抜いて、これで、8目減りました。88目になりました。段の最初の目に糸を引き抜きます。23段目も、また8目減らします。立ち上がり鎖2目編んだら、今度は、9目おきに、減らし目をしてください。9目編んで10目11目で、2目一度の中長を編んで、減らしていきます。これで123456789目、中長を編んで10目目と11目目で糸を引き出して、最後に引き抜いて、これで1目減りました。また、10目中長を普通に編んで、11目目と12目目で減らしていくと、全部で80目になります。2、4、6、7、8、9、10目、11目目で引き抜きます。繰り返し編んでいきます。はい、23段目、8目減らして80目になりました。そしたら24段目からは細編みを編みます。ちょっとまだ緩いかもしれないので、細編みを、7号針でそのままでいいんですけど、きつめに編んでください。針に糸をかけて立ち上がり鎖1目編んだら、細編みを80目編んでいきます。これも、また最初の目に糸を最後、のところでは最初の目に糸を引き抜いて、また立ち上がり鎖1目編んで細編みを編んでいくっていう形で繰り返し編んでいきます。少しきつめに編んでいくと、ちょうどレディースの M サイズぐらいになると思います。はい、細編みを1段編んできました。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、また、立ち上がり鎖1目編んで80目編んでいきます。これを、細編みの部分を3段から5段編むと、しっかりすると思います。あと糸が、このぐらいですので、これが2段目なので3段は編めると思います。はい、80目編んできました。細編みを3段編んで、あと、このぐらい糸が残ってるので、
まだ糸があれば1段は編めると思うんですけど、細編み3段で終わります。そしたら、段の最初の目に針を入れて糸を引き抜いて、そのまま糸始末をするので、糸始末分残してカットします。そしたらとじ針で、引き抜かない方が良かったかな。このまま糸を引き出して、この最初の目と、最後の目のところをこのように鎖になるようにして、それで裏側に始末してもいいと思います。こういう感じで戻る感じで、このように縫い付けたら糸をカットします。最初の糸端も編みくるんでいったのでカットします。はい、出来上がりました。そしたらスチームを当てて形を整えて完成になります。